よく言うじゃないですか、自分たちの時間ですよとか。でそれってやっぱ自分たちがこう有利なこうなんていうの気持ちが、でもなんとか耐えながらサイドアウト取って追いついてるっていう分かるんですよね、やってて。なんとか追いつく、そこでポンポンとやっぱり向こうに行かれちゃったら、でその逆もそうですよ。有利だと思ってるのにずっとついてこられて、こっちがボンといったらこっちがいきなり勢いが出るっていう、そういうことだと思うんですよ。バレーボールで言えばサイドアウトが繰り返されてる時っていうのは主導権がこう行ったり来たりだと思うんですよ。連続3得点入った時にやっぱ僕は流れは変わると思いますね。でそれがすごく大きく出るチームと、すごくこう抑えられていや大丈夫大丈夫っていうチームと、それもメンタルだから、流れを生むのはやっぱり実際のプレーであるんだけど、その後の気持ちの動きっていうので流れは随分変わるんでしょうね。この乱高下、強いメンタルを持ってるチームはやっぱり多少のなんていうのかな、そのあんまり影響を受けないかもしれないけど、すごくこう動揺して、どんどん悪くなっていっちゃう。そういうことなんですよ。だからそのシャットアウトされても動揺しない選手がいたり、大丈夫ですよ、今の俺のちょっとショットミスだから次もう一丁持ってきたら次決めてやるからとか、そう本当にそこで実現したりっていうのが強いチームですよね。でそこでシャットアウト食らったら、口ではもう一本持ってきてって言ってる割にもう気持ちが動揺して、次打つ時にもう置きに行っちゃったりしてまた攻められちゃうっていう、この差はでかかったりして、だからその辺をやっぱり練習の時とか実際の試合でその鍛え上げて強くなるっていうことなんじゃないですかね。2回やっちゃダメだしね。必ず次の人に預けるスポーツなんで、だから流れは変わりやすいんだと思いますよ。でいろんな要素があるじゃないですか。例えばアタックでガーンと打ったのをボーンと止められるとうわーってなるじゃないですか。で向こうはこうなる、こっちは僕はやられたね。だからそういう要素がすごくあるんだと思う。サーブでドーンといってもうパンとカーっていう、そういうとこからこう、だからすごくそういうスポーツじゃないですか。もう一点一点がこうせめぎ合いで守り合いで攻守がどんどん入れ替わる中で、だから本当にメンタルは流れに結びついてきますよね。一つのプレーでぐっと流れが変わったり、だからバレーボールって面白いんだと。